皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私は相棒の自転車と一緒に電車に乗って JR 梶木駅にやってきました。緑の苔が美しい辰文字坂、龍門滝、そして金山橋などを巡ります。最後までどうぞお楽しみください。早速ですが、駅から約400メートル、踏切の前に梶木まんじゅうの人気のお店、新道屋があります。10個や20個まとめ買いをするお客さんがほとんどです。一つだけ買ってその場で出来たてをいただきました。江戸時代中期から伝わる酒まんじゅうで、姶良市内には7つのお店があります。はい、お待たせしました。ここから約2キロ、辰文字坂を目指します。まずやってきたのは網掛川。この奥には龍門滝もあります。奥に見える建物は温泉施設になっているようです。辰文字坂はあともう少し先です。はい、辰文字坂に到着しました。こちらには外国語による案内板もあります。自転車は目の前の駐車場に置いて坂を登ってみたいと思います。坂は滑りやすいので、こちらで竹の杖をお借りします。辰文字坂は薩摩から江戸までの大名行列や物資を運ぶために江戸時代に作られました。石が敷かれたのは1741年、1635年から約100年かけて完成しました。全長1500メートルのうち約500メートルが当時の状態で残っています。往復するのに約30分は見ておいた方がいいですね。とにかくツルツル、デコボコなので歩きやすい靴で来るのがいいですね。前日の雨で水たまりがあります。明治10年1877年2月、西南戦争の折には西郷隆盛率いる薩軍の兵士約6000人が熊本を目指しここを通りました。さあ、ここから坂の後半に入ります。杉木立と鮮やかな緑の苔が一層美しく感じます。大河ドラマのロケ地としても有名な場所です。こちらはドラマのオープニングで西郷どん役の鈴木亮平さんが手を添えていた杉の木です。はい、坂の終点に着きました。
では U ターンして戻ります。下りの方が滑りやすいので要注意です。無事に下まで戻ってきました。杖があって本当に良かったです。ありがとうございました。道路を渡って今度は龍門岳に向かいます。龍門寺坂から約300メートル。この道もなかなか趣のある道です。高さ46メートル、幅43メートルの龍門滝は日本の滝100選にも選ばれています。下に降りて行ってみようと思います。わあ、ちょっと怖いですね。さあ、お昼は滝のそばでそうめん流しを食べたいと思います。こちらのお店はルルサ料一膳。私は A セット1500円。そうめん、おにぎり、焼き魚、味噌汁のセットを注文しました。先払いです。鹿児島名物のそうめん流し。流しそうめんではありません。このぐるぐる回るそうめん流しは鹿児島県指宿市の唐船峡が発祥の地で、鹿児島ではこのスタイルが主流なんだそうです。竹砥を使う流しそうめんとは違いますね。私もこのスタイルは初めてです。お店の方に近くの観光スポットを伺ったところ、お手製の地図で教えてくださいました。ではお店の方おすすめのさえずりの森にある高倉展望台に行ってみます。車だと5分で行けるそうですが、自転車だとアップダウンがきついです。こちらは先ほど来た龍門寺坂の終着点。そのまま歩いていけばよかったかもしれませんね。さえずりの森はキャンプ場になっているようです。はい、展望台に到着です。坂道が自転車だとちょっと大変でしたね。カジキの街並み、錦江湾、そして桜島が一度に見られる絶景ポイントですね。自転車を押して登ってきた甲斐がありました。さあ、次に目指すのは金山橋です。こちらもここから車だと5分で行ける距離です。はい、金山橋に到着です。網掛川に架かる金山橋。目の前にあるのは板出の滝です。先ほどの龍門滝の上流に位置します。金山橋はその名の通り、金山から金鉱石を運ぶために明治13年頃、島津家が作りました。入り口に水神様の石碑がある遊歩道を通って下に降りて行ってみたいと思います。この辺りはホタルの生息地でもあるようです。金
金山橋のアーチ越しに痛出の滝を見るのが絶景のようですね。川には渡り石があります。絶景ポイントは対岸のようです。ちょっと怖くて向こうに渡れません。私はここから撮影するのが精一杯。川からの高さは約10メートル。美しいアーチ型の石橋ですね。電車に乗って帰る前に梶木駅から近くの北条院というお寺にある寺カフェにやってきました。アイスコーヒーが飲みたかったのでおみくじ300円をお願いしました。引いたおみくじは後でお寺の方で結んでくるのだそうです。気持ちのいいテラス席でゆっくり休憩ができました。最後までご視聴ありがとうございました。またね。